こんにちは、姉のもしこです。この動画は第2話の行間と、医療の知識格差、同影医療と制度の疲労について深掘りします。最初の1分16秒まで兄弟のストーリーがあります。深掘りにはサテターでスキップできます。総合病院を出て、2番目に受診した90床の一般病院までは、車で約1時間半の距離があります。途中で観光牧場によってアイスクリームを食べました。3人でゆっくり会話をするのは幸福な時間です。兄弟が仲が良くて本当に幸せです。OK 牧場。みんな仕事を持っていて、集まる機会も少ないのです。年に一度、紅葉と日帰り温泉の入浴が、私たち兄弟のささやかな楽しみです。一般病院に置いてきた車を回収して、近くの道の駅でみんなで昼食を食べました。コロナ禍の規制も緩和され、多くの人が集う様子は、混雑していても嬉しく感じました。ここから弟の体験した医療ジャーニーを、義理の兄のミコラがお伝えします。どうぞ。こんにちは、義理の兄ミコラです。ここからは私が知人などを通じて得た情報をもとに、義弟チャトラの体験したる点の医療ジャーニーの背景を、時系列に沿って深掘りしていきます。1、発症、町の整形外科開業医。強烈な肩こりを原因不明の痛みとして処理され、真の病態を見逃す。知識と道具の格差、高度な検査機器がある工事の医療機関へ紹介するには、所見の正確性も求められるため、一時医療機関の医師にとっては圧になり、さらに紹介状を書くという手間も発生します。それよりは痛み止めを処方、再受診を促すなどして防衛医療と効率とを両立させたのだと考えます。実際に採血、血液検査という工程はありませんでした。患者、チャトラにとっては、無難な対症療法こそが時短であり、痛みがなくなれば早く日常生活に戻れるので、開業医をありがたくさえ思うのでした。この時点では、強い肩こりが治ったという喜びと認識です。2、痛み再発、一般病院。規模90床。痛みが再発し自ら駆け込む。休日当番の病院で、外来担当の医師は専門外の泌尿器科医師でした。造影 CT 検査をオーダーし、大動脈解離の疑いと判断されたことは、チャトラの自衛行動で最初の科学の答えにたどり着いたと言えます。しかし設備と人員の規模不足でこの病院では対処できず、工事の総合病院へドクターヘリで送り出されます。チャトラは休日当番医師に対しては、結果的に誤診であっても、真摯に対処してもらったと今でも思っています。3、ドクターヘリで移送、総合病院、規模400床。一般病院の下した大動脈解離の疑いは結果として誤診でした。これが総合病院にしてみれば、ICU のベッド、精密検査機器や、専門医療スタッフの時間などを圧迫、貴重なリソースの無駄遣い、無駄な疲労として現場に蓄積し、怒りが紹介元病院へ向かいます。さらに、善意の誤診をした紹介元病院へは、胸の痛み異常なしとして、緊急性のなかったこと、診療情報提供書への返信を送ります。またレセプト請求の審査において、認められないというリスクも発生し、採算の取れない患者が増えると、経営的な防衛の意識が高まります。これにより人間の善意など関係なく安易な紹介を問題視します。一方、結果的に善意の誤診を行った紹介元病院は、工事病院との連携体制において評価が下がり紹介を躊躇するようになります。工事病院の医師にとって、緊急性の低い患者は、リソースと時間の無駄であり、疲弊した現場への負荷でしかありません。総合病院のチャラ親父がチャトラを冷淡に処理しようとした態度の背景には、この制度疲労から来る苛立ちがあったのだろうと推測します。この構造がチャトラを真の重篤患者として診察する手間を病院側が排除しようとする動機となったと考えられます。防衛的なロジックで結果として痛み止めと経過観察という名の蓋をされました。町の整形外科開業医と処置は変わりません。4、痛み再発、救急車で公的医療センター、規模30床。公的医療センターは規模が30床と小さいながら、造影 MRI という高度な機器を有し、かつ深刻な影という
正しい所見を出した医師がいたことは、特定機能病院からの派遣医師の専門性の高さと、病院側の地域医療への強い責任感を示しています。しかし、この医療センターでは治療はできずドクターヘリで再搬送。5、ドクターヘリで移送。特定機能病院、規模800床。最高レベルの科学の答えにたどり着くも3つの段階と数日の時間を要している間に、病態は進行していた可能性がありました。整形外科チームの診断は胸椎硬膜外脳瘍でした。脳瘍が神経を圧迫し、左足の麻痺、直腸と膀胱への障害が残りました。最後に、シャトラの病気は、初めの3つの病院を流浪の末、30床の地域医療センターの医師の真摯な決断によって、ようやく救いの道を見つけました。知識格差と制度疲労が蔓延するこの国の医療構造はまるで広大な闇です。しかし、その闇の中でも真摯に患者と向き合う医療者は必ず存在しています。私たちができることは、その光を見つけ出すために、自らが知識で武装することです。医師の言葉を鵜呑みにせず、勇気を持って質問し、少しでも怪しいと感じたら、他の医療機関にも受診してみることです。医者というブランド力を過信しないでください。あなたの心と身体を守れるのは最終的にはあなたとご家族なのです。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ミコラ、ありがとう。働いている人たちは、きっと利他的な強い動機で、キャリアをスタートしたと思います。しかし、あなたの話から、病院の光と影が見えました。私はしばらく考え込んでしまいました。私が持っていたイメージ、医療従事者は善意の使命感に満ちているという、お花畑からの見方を改めなければならないと思いました。感情論で医療関係者の善意と倫理観は信じつつも、医療の制度や構造は疑うというスタンスを持つことにしました。最後までご視聴ありがとうございました。第3話は、病棟病室の人間ドラマをお伝えします。